こんにちは。今回はマイナーチェンジした大人気車種の日産オーラについて、仕様変更内容と価格変動をお伝えしていきたいと思います。それでは、行きます。Now loading。では、まず、フロントフェイスから見ていきたいと思います。今お見せしているオーラのボディカラーは、フォレストグリーンとスーパーブラックのツートーン仕様で特別塗装色となります。ヘッドランプ形状は大きく変わっていませんが、フロントグリル周りが大きく変わっていますね。こちらはマイナーチェンジしたノートのフロントフェイスになりますが、カラードグリルを象徴するメッキが2本存在しています。一方でオーラは、メッキではなく、ボディカラーと同じカラードアクセントを3本組み込んでいますね。ノートとオーラは兄弟車ということを考えると、2と3で、合わせて、日産を表現したいのでしょうか。また、ゴリゴリに腹筋が割れたような見た目のフロントグリルで、非常にかっこよく見えます。また、気になっていたエンブレム周りのカメラの位置ですが、エンブレムの形状は変えずに、エンブレムの下にカメラを配置していますね。フロントロアを見てみると、フォグランプついていますね。マイナーチェンジ前は、シルバー化色がついていましたが、マイナーチェンジ後はグリルのブラックと同色にしていますね。マイナーチェンジ前のオーラでは、サイド部が少しスリムになっていて、タイヤ側に空気を送り込むような作りになっていましたが、マイナーチェンジ後はその空気の穴がなくなって、よりワイドに見せる作りになっていました。改めて、正面から見てみると、ボディ形状から低重心のようなどっしりとした見た目の顔になりましたね。では、ここで一度アイスブレイクで、車両価格の変動を見ていきたいと思います。縦軸は車両価格を表示していて、横軸は各グレードを示しています。白の棒グラフがマイナーチェンジ前の価格、赤の棒グラフがマイナーチェンジ後の価格になっています。今回の価格改定で、全グレード値上がっていることがわかりますね。値上がり額だけで表示をしてみたいと思います。縦軸を値上がり金額に変更して、横軸はそのままグレードを示してます。全グレード8万円以上値上がっていて、四輪駆動の方が値上がり額が大きいことがわかります。先ほどの車両価格のグラフに戻ると、なんとオーテック仕様が新たに登場していることがわかりますね。ネット上で、オーテック仕様を出してほしいという声が多くあったため、その期待に日産が応えたということですね。一部ネット上では、オーラのオーテック仕様は出ないという憶測も流れていましたが、やはり重要なのは、我々が何が欲しいかと強く訴えかけることですね。しかし、ニスモ仕様に関しては、以前にリンクドウは存在していたんですけれども、今回のマイナーチェンジでニスモグレードなくなってしまっていました。またいつか出てくるといいですね。90周年記念車もこないだ登場したばかりなのに、もうマイナーチェンジしましたね。フロントフェイスはこんな感じになっていました。カラードアクセント部はカッパーカラーになってましたが、こうして見てみると、なんだか照れてるような顔ですよね。こんなこと言ったら怒られるかもしれないですが、私の大好きな R34 も、テレ顔フロントフェイスなんですよね。なのでこのフロントフェイス、私は結構好みですね。では、続いて、サイドから見ていきたいと思います。マイナーチェンジ前からの変更点は、ほとんどないように思われます。こちらがマイナーチェンジ前のオーラです。強いて変更点を挙げるとしたら、ホイールのデザインが変わりましたね。もともとはホイールカバーとして、樹脂部品を取り付けて装飾していたんですけれども、その大きな樹脂カバーが小さくなっていることがわかります。このホイールは17インチアルミホイールで、軽量化を図っているようです。このホイール見る角度によって、少し見栄えが変わるのも特徴ですね。これはリア側のタイヤですが、回転した時にどう見えるかも気になりますよね。ちなみに90周年記念車のホイールはこのようになっていて、完全にホイールがブラック塗装されてますね。なぜかわかりませんが、ホイールがとても大きく見えるのは私だけでしょうか。これでボディカラーブラックにしたら、真っ黒になりそうですね。ボディカラーをミッドナイトブラックにしてみるとこのようになりますね。ここまでブラックにできるなら、フロントフェイスのアクセント部もブラックにできたらいいのにな。そして、リアから見てみると、マイナーチェンジ前から、リアロアが少し形状変わっていますね。中央に突起のデザインができたのと、ロアの装飾がなくなってすっきりしています。こちらがマイナーチェンジ前のオーラのリアの外観になります。このロアの装飾がなくなっていましたよね。これはこれで私は好きですが、解約されたというほどでもないですね。90周年記念車のリアはこのようになっています。では、その他のマイナーチェンジの内容を見ていきたいと思います。外装に関して説明しましたが、内装についても説明していきたいと思います。インテリアでは、
グレイッシュブラウンの色合いが特徴の大型狩猟犬モチーフとしたワイマラナーを新たに追加したようです。グレーのような色合いの内装飾になったということが伺えますね。また、シートは、モノグラムへのジャガード織物と合皮のコンビネーションにブルーグリーンのステッチを施したシート地になっているようです。そして、木目フィニッシャーは、新たな色味を追加しているようですね。一応誤解を招かないように補足説明しておくと、この仕様を追加によって、本革仕様のエアリーグレーがなくなるわけではないですね。実際に、グレードを選んで、どういう仕様の内装飾が選べるか見ていきましょう。まず、G グレードから見ていきたいと思います。G グレードでは、2種類の内装飾を選ぶことができて、たった今取り上げた、ワイマラナーが選択できます。パッと見た感じでは、エアリーグレーに似ていますが、ジャガード織物と合皮のコンビネーションになっていますね。最近の日産は、積極的に、幾何学模様を採用している傾向にあると思いますが、ジャガード織物の部分が少し幾何学模様に見えるのは、私だけでしょうか？続いて、もう一つの内装飾を見てみると、ブラックが存在していますね。ただ、完全なブラックではなくて、合皮の部分が茶色っぽくなっていますね。織物の作りや色合いは、ワイマラナーの内装飾と同じですね。では、続いて、G レザーエディションの内装飾を見ていきます。この G レザーエディションでは、ワイマラナーを選択することができないです。以前から存在していたエアリーグレーで、本革仕様のシートが存在しています。エアリーグレーの本革シートを実写で見てきましたが、室内が明るく見えるので個人的にはおすすめしたくなる仕様の一つです。真っ白というよりかは少しグレー寄りの白なので、そこまでひどく汚れが目立つような印象も受けなかったですね。ワイマラナーが好みではなかったけど、白の内装飾が良いなと思った人は、ぜひこのエアリーグレーも実写で見てみてほしいですね。そして、最後に、G レザーエディションのもう一つの内装飾であるブラックを見てみると、このようになっています。なんだかんだ、このブラックが一番人気になるのではないかと私は目論んでますが、ぜひ皆さんも、どの内装飾が良いと感じたかを、コメント欄で教えてくださいね。そして、ボディカラーは、プレミアム感とドイツの深い森を疾走するイメージでデザインした、フォレストグリーンを採用。冒頭で紹介した、このボディカラーがフォレストグリーンです。そして、機能と使い勝手の向上も図っているようで、運転席のパワーシートを全車標準装備にしているようです。リフターやリクライニングの調整幅も広がっているようなので、体格の大きい方は、見るだけでなく、実際に使ってみた方が良いかも。そして、グローブボックスの容量も拡大しているようで、どうやら、取扱説明書やティッシュボックスなど、かさばりやすいものをすっきりと収納できるようです。実際に、グローボックスを開けて中身を見てみると、ほとんどマイナーチェンジ後のノートと同じような形状と容量でしたね。中央の板は取り外すこともできるので、高さのあるものも十分収納できることがわかります。ノートだけだと思っていたんですが、中央の板には、ノートと同じ音符の模様がついていましたね。この模様はどういった意図でつけたのかわかりませんが、ぜひ知っている方がいましたらコメント欄で教えてください。この角度だと少しのっぺり面が見えてしまっていますが、見る角度を変えてみると、前面に筋というか凹凸が入っていることがわかりますね。うっすら見るのわかりますかね。ということで、以上がマイナーチェンジの内容になりますが、マイナーチェンジ前とマイナーチェンジ後で、どちらのオーラが好みか、コメント欄で教えてください。それでは、また。